それで先ほどタイのバンコクから中国の上海プードン空港の方に到着しました。ビザがね必要なくなった一発目、ノービザで入国ができるようになった一発目の中国渡航で来たんですけども、この後中国国内線に乗り継いでですね移動していきます。このノービザ解禁になる前は決められたエリアに決められた時間の中でしかトランジットとして過ごすことができなかったんですよね。観光ビザを別にお金払って、ね、大使館で取れば問題はなかったんですけども、そうじゃなくビザ代を払わずにですね特別措置みたいに入る場合はそういう移動の制限というのがありましたが、今回からですね、昔の通りビザなしで中国国内であれば自由にね移動して滞在することができるようになりましたんで、これを機にですねちょっと行ってみたいなと思ってたところに今日は行きます。それで上海に着いたんですが、国内線で今から移動していくんですけど、どこに行くのかというと吉林省の、長春って読めばいいのかな、長い春と書くところ、そこの町にね今からとりあえず一旦飛行機で移動します。でそこはね、旧満州国の首都だった場所なんですよ。で、今回そこに滞在はするんですが、ちょっとメインはね違いまして、違う街にどうしても行ってみたいところがあってですね、そこに行くんですが、とりあえず今からその、吉林省の方にですね飛行機で移動していきます。はい、ちょっと見づらいと思うんですけど、今からね中国国際航空、エアチャイナの国内線で、移動していくんですけど、国内線のカウンターもこの国際線の第2ターミナルの中に混ざってるんですよね。それで今の時間が11時50分なんですよ。で飛行機が16時だったかな、16時半とかなんでだいぶ時間があります。今回ちょっとあえてね余裕を持たせたんですよ。もっと早い便があったんですけどね、ちょっと見送って保険のためにね、もしトラブって乗り継ぎ失敗したらもうちょっと短い期間で今回動こうとしてるんでミスしたくないなと思って16時のやつにしました。なんであと5時間以上あるかな、空港の中で過ごせばいいかと思って、で今とりあえずチェックインできるのであれば荷物をねちょっと預けたいなと思っております。エアチャイナの国内線のカウンターはKカウンターですね。今から私が乗るエアチャイナの、国内線、これに関してねビジネスクラスを予約しました。国内線なんですけどね、これが、ね、意外と安くて、2万2000円ぐらいだったかな。エコノミーが1万4000とか5000円ぐらいだったんで、あんまそんな差額ないなと思ったのと、意外とフライト時間があるんですよ。2時間半ぐらい乗るんでね、それだったらビジネスの方がいいかなと思って、今回寝ずに今ねバンコクから深夜便で一睡もしてないんですよね。だからもうめちゃくちゃ眠いんで疲れてるし、それだったらこれぐらいの金額だったらビジネス取っちゃった方がいいかなと思いまして取りました。プードン空港の第2ターミナルってあんま来たことないかもしれないですね。なんか東方航空が第1だからスカイチームとか名古屋に帰るときあっちばっか使ってましたけど、知らなかったな。このチェックインフロアに無印あるんだね。すごいな。こちらですね、国内線のエアチャイナ。ただビジネスクラス専用レーンがあると思いますけどね、ビジネスクラスは一番奥でした。こっちですね。結構ガラガラですね。はい、なんか中国っぽいこの豪華な感じが国内線なんですけどちゃんと保たれてるんですね。ということでサクッとチェックインの方を完了いたしました。まだね出発までだいぶ時間はあるんですけど、もうさすがビジネスクラスなんですぐにチェックインできました。で結局ちょっと荷物は預けなかったんでこのまま持っていくんですけど、で今その時お姉さんに聞いたら、ラウンジは行けるんですけど近くにねスモーキングルームもあるということだったんで、上海プードン空港は中に入った後もね保安検査を受けた後もタバコ吸えるんで、はい、ちょっとその情報を皆さんにシェアしておきます。もう入っちゃうとタバコ吸えないってなるとなかなかちょっと入りづらいじゃないですか。これだけ時間があったらね。だけど中で吸えるんならもう中に入っちゃってラウンジでゆっくり過ごしながら時間潰そうと思います。はい、じゃあ行きましょう。ということで保安検査終わりました。これからラウンジ行こうと思いますけど、国内線でもライター没収されるんだね。国内線なら大丈夫かと思ってた。そうなんだ結構厳しいですね、中国相変わらずね。バッテリーも全部調べましたからね今回ね。国内線エリアでもなんか国際線みたいな感じしますね。こうハイブランドのお店がいっぱいあって、エアチャイナのラウンジは70番ゲートの前ですかね。遠いかな。意外と近かったです。ここですね。ちょっとまだゲートが決まってないんでどっから飛行機乗るか分かんないんですけど、とりあえずエアチャイナ国内線ラウンジ初めて入るな。国内線のプレミアムラウンジっていうのね。
ということでラウンジ入りました。あ、すごい麺もあるし、すごいね、国内線なのにすごい充実してるわ。何でもあるな。このピザとか小籠包みたいなのもありますね。ちょっと食べましょうか。ということで食事をこんな感じで持ってきました。今ちょうどお昼ぐらいですよね。でフライトが16時20分とかなんで、あと4時間5時間で、今ヌードル作ってもらったんですけど、このねヌードル作ってる若いお兄ちゃんがね、日本語が超うまかった。日本人ですかって日本語で話しかけてくれて、すごい優しいお兄ちゃんでした。結構ねいい人多いですよ、意外と中国って。すごいね優しいお兄ちゃんで、なんかほっこりしました。全部説明してくれた。このタケノコのと漬物のどうのこうのとか、はい、あと結構野菜系があったのが嬉しいですね。で飲み物は男は黙って炭酸水。中国は国内線でも機内食があるんで、しかもビジネスクラスだからがっつりありそうですけどね。それを今日の晩ご飯にしようかな。結構辛いね。スープそんな辛そうじゃなかったけど、麺が大量だわ。やっぱりちょっとでも上海と北京でも味が違うし、重慶とかああいうとこでも全然味が違うし、不思議ですよ。若干ねちょっと八角の匂いがする。まだ耐えれるレベルです、これは。それではラウンジを出てゲートの前に行きます。ということでラウンジの近くにこの下に下がる階段があって、 C の218ところに喫煙所があるということで、ラウンジから近かったんでね、出入り楽で行けるんで助かりました。黙々情報です。こんな感じでちゃんと吸うところが用意されておりました。中国あるあるなんですけど、ライター没収されてね火がつけれないんで、こんな感じでセルフのやつが設置されております。プードン空港の国内線ターミナルめっちゃ広いですね。その辺の国際空港レベルだ。ということでゲートの前に来ました。15時25分からボーディング開始で、読み方はやっぱ長い春と書いてチョンチュンですね。はい、こちらに行きます。はい、中国国際航空 CA の8575便ですね。はい、飛行機はもうすでに止まってますね。エアバスの320じゃないかな、321かもしれないけど。それでは間もなく搭乗開始です。ということで搭乗が開始しました。多分上海より寒いですよね。行きます。ということで機内に入りました。結構旧式なタイプのビジネスクラスの座席ですけど、もう座るなりすぐにスリッパに履き替えるようにスリッパを渡されました。であとブランケットとかクッションかな、はい、一通りくれてます。はい、機材はエアバスの321ダッシュ200ですね。はい、このね座席はモニターとかもなくてあれなんですけど、実は結構私好きで、古いんでなんかふかふかなんですよね。昔の電車のグリーン車みたいな感じで、もう早速こんな感じですけど、ちょっと民度は低いですけどね、皆さん足をこう壁に乗せたりとかしてますけど、あとはお水を今もう早速いただきました。これラウンジにあったやつですね。チベットの水だと思います。隣にお客さんが座ってますけど、全然広いですね。もうこの前後の間隔に関してはもう最強なんで、はい、足は伸ばせます。ちょっとなんか真ん中にこれがあって邪魔ですけど、2の L なんでね、ちょっと窓汚いな、傷だらけですわ。国内線のビジネスクラスでもしっかりと温かいおしぼりが出ました。国内線なんですけどね、ビジネスクラスで22,000円で乗れるんだったら安くないですか。 ANA とか JAL の国内線のファーストクラスとかプレミアムクラスよりは安いですよね。2時間ちょい乗りますし。
ということでウェルカムドリンクちゃんとガラスのコップで来ました。オレンジジュースかトマトジュースだったかな。やばいな、またオレンジジュース攻撃だ。すごいですね、国内線なのにちゃんと今食事のオーダーを伺いに来てくれました。ビーフライスかポークライスの2択で両方肉だったんですけどビーフを選びました。で飲み物も聞かれたんで、すごいちゃんとしてますね。エアチャイナですからね、よくよく考えたら、中国のフルキャリアですから、軽食みたいなポンって出るだけかなと思ったんですけど、ビジネスでもちゃんとオーダー取り来るんですね。すごいね。ということで間もなく出発すると思いますけど、ビジネスクラス満席ですね。全部で16席あるんですね。2列が4つ片側ずつあるんで、はい。设备或电池损坏。根据中国民航局的规定，禁止饮用自带的，包括但不限于在免税店购买的任何酒精饮品。Dear all passengers, welcome aboard Air China. We're delighted to see our Phoenix Miles members again and welcome more passengers to join the frequent flyer program. Now we're ready for takeoff. Please fasten. Thank you for cooperation and wish a pleasant journey. Cabin crew, please fasten the check. 動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。毎度おなじみ NordVPN の宣伝です。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクからチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただくと4ヶ月延長プラス大幅割引をやっております。このタイミングでぜひよろしくお願いします。それで今私はタイのバンコクでこの動画を撮ってるんですけど、しょっちゅうね、タイには来るんですが、もうすぐ年末、そして年始ということで、皆さんね、海外旅行に行かれる方も増えてくると思います。コロナがね、明けてからだいぶ、もう状況も変わってきまして、普通に海外出張、仕事で行く人も、旅行に行く人も増えておりまして、特に近場のね、東アジアとか、あと東南アジア、方面ね、行かれる日本人の方も多いですし、インバウンドの方も多くて、飛行機のね、予約も全然取れなかったりする状況までね、回復してますよね。で、私もね、常々言ってますが、久しぶりに海外旅行に行かれる人ね、もうコロナ中一切行かなかったっていう人、4、5年ぶりに行くとかね、そういう人もいるとは思うんですが、ぜひね、気をつけてほしいことがあって、皆さん海外旅行に行かれたらね、フリー Wi-Fi、無料 Wi-Fi とか、ホテルとか、駅とか、空港とか、カフェとか、ショッピングモールとか、様々なところでね、利用して、皆さんのこのデータ通信量っていうのをね、節約したり、して、過ごされる人多いと思います。調べ物したりとかね、中には買い物する人もいますよね。そういったね、フリー Wi-Fi を使うときに、よっぽどね、大丈夫なんですけど、たまにちょっと運が悪かったりするとですね、悪質な小細工がされているね、Wi-Fi とかを接続してしまいますと、皆さんのね、個人情報を盗み見されて悪用されるというね、犯罪が起きております。これはね、利用者の皆さんには気づかないんですよ。わからないんですよね。そういうちゃんとした Wi-Fi なのか、そうじゃない Wi-Fi なのか。そういった時に、役立つのがこの NordVPN ということで、VPN をかますことによって、そういったね、第三者から情報を取られるっていうことをね、防ぐことができる、セキュリティをね、向上させることができる、サービスというかアイテムになっております。VPN をかますことによって、ネットの速度が遅くなったりとかする時があるんですけど、NordVPN のね、そんなことは一切なく、サクサク、ハイスピードで使うことができるということが売りの一つになっておりますので、サクサク使うことができるという素晴らしい点があります。特に海外旅行でここ最近一番多いのはね、クレジットカードの、スキミングですよね。情報を、端末で、取られてしまってそれを悪用されて身に覚えない決済が来るとか、そういったことはね、昔からありましたけど最近また増えてるということで、特にそれがオンラインで買い物した時でもそういうことが発生してるらしいんですよね。なんで、私の師匠さんでも言いましたけど、お店でねカードを使ったわけじゃなくて現地で Wi-Fi 使って買い物しただけで、ネット使っただけで身に覚えのない決済が来て困ったと。あとはカード会社との対応とかになりますけど、そういったものを未然にね防ぐことができる一つの手段として VPN を活用していただければと思います。あとは VPN の使い方として、日本国内でしか使えないサービス、動画配信のサブスクであったりとか、あとオンラインでの送金とか、例えば QR 決済でのやり取りとか、そういったことをですね、海外にいながら VPN をかますことによって日本にいる状態と同じ、環境でですね、そのサービスを利用することができるとか、そういった他のセキュリティ以外でも使う
メリットが結構あったりしますので、よかったらね、考えていただければと思います。NordVPN の設定は非常に簡単で、アカウントさえ用意していただければ、ワンクリックコネクトといって、アプリでね、アカウントの登録が済んでいれば、難しい設定もなく、VPN に接続することができますので、非常に便利です。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから、私のチャンネルクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただくと、4ヶ月延長プラス大幅割引というサービスをやっておりますので、これを機に検討していただければと思います。それでは本編に戻ります。The regulations of the People's Republic of China on civil aviation. いつもの離陸シーンが撮れなくてすいませんでした。 If you're suffering from normal symptoms, please contact our cabin crew immediately. For your safety, please take a side seat and keep a seatbelt fastened in case of. はい、テーブルクロスが引かれました。在9500米的高度最高，飞速度为900公里每小时。本次航班预计飞行时间为2小时25分钟，预计将于晚上6点30分到达。航路可能会。ということで機内食が運ばれてきました。かなりがっつりしてますね。これ国内線ですごいですね。で自分が頼んだこれ牛肉の多分なんか炒め物みたいなやつとご飯とこれはサーモンかな。はい、であとフルーツです。パンが来るのかな。はい、そんな感じです。はい、今一通り食べましたけど美味しいですね。普通の中華料理の出てくるような、なんだろうな、オイスターソース風味のなんか醤油味の甘辛い牛肉の炒め物みたいな感じで、お米も美味しいですし、あとサーモンとかのサラダ、キノコのサラダも普通にうまいですね。しかも全部熱々ですし、はい、ちょうどこれがもう晩ご飯になってよかったですね。もうこのまま着いたらすぐにホテルに直行しようと思ってるんで、エアチャイナ国内線のビジネスなかなかすごくて感動しております。やっぱりパンが来ました。ガーリックトーストですね。これで今機内食食べ終わりまして、今コーヒーもらいました。いや結構美味しかったですね。はい、味付けも良かったです。はい、結局やっぱり八角が入ってるとダメだなっていつも逃げちゃうんですけど、そんなことなかったし美味しかった。珍しく中国の機内食で普通に美味しいと思いましたね。なんか前よりかはまずくないなっていうレベルまで来てる感じするけど、美味しいと思うことあんまなかったんですけどね、美味しかったですね。ということであれから爆睡しておりました。もう間もなく着陸です。各位旅客，我们的飞机马上就要着陆了。为安全，请您再一次确认您的安全带已扣好。寂静，感谢您的合作。Dear all passengers on board the shuttle for safety, please make sure that seatbelt is securely fastened. Thank you. 各位旅客，欢迎来到长春龙嘉机场。机舱外的温度零下11摄氏度，12华氏度。Dear all passengers, we have just landed Changchun Longjia Airport. The ground temperature is -11 degrees Celsius or 12 degrees Fahrenheit. It's a safety requirement that remain seated with seatbelt fastened until seatbelt sign has been turned off. Please be careful when opening the overhead compartment as items inside may fall out.
Kindly take all your personal belongings with you when leaving the aircraft. It's been our pleasure to serve this flight. Thank you for Blast Alliance member Air China flight. We look forward to seeing you in the future. Have a nice evening in Changchun. Thank you and goodbye. ということでチョンチュン国際空港に到着しました。ほぼ寝てました。やばい、よく見たら雪が積もってますね。そんな寒いんだ。バイバイ。ということでチョンチュン国際空港到着しました。めちゃくちゃ寒いわ。ちょっとこれはヒートテック着ないと無理ですね。別世界のように寒いです。なかなか日本人でチョンチュンに来てる人いないんじゃないですかね。旧満州国の首都だった場所ですけど、国内線なんでね、イミグレーションとかもなくこのまま終わりですね。荷物も預けなかったんで楽ちんです。ということで到着いたしましたチョンチュン国際空港ですね。国内線ですけど。ということで初めて来るねチョンチュンの空港がこちらになっております。でこの後ね、今からもうすぐホテルに移動します。後日こちらの空港にはまた戻ってきてね、空港の様子とかもちょっと撮ろうと思ってるんで、とりあえずもうさっさとホテルに今日は移動します。びっくりするぐらい寒いですねもうまるで本当に別世界ですね。真冬です。この空港からね、街の中心部まで結構距離あるんですよね。40キロぐらいあるんじゃないかな。で地下鉄とかそういったものは直結してなくて、高速鉄道ですね、新幹線が直結してるんですよ。それで1駅か2駅乗ると、チョンチュン駅の方に行くみたいなんですが、ちょっとホテルにそのままもう行きたいんでタクシーでちょっと今回は移動します。やばいやばい、めちゃくちゃ寒いわ。気温今マイナス3度だそうです。やばいね、超寒い。こんな寒いんだ。やばいね、寒すぎるわ。初めて来るから全然わかんないけど、とりあえずタクシー乗り場行こう。地下鉄とかが直結してないんだね。ちょっと高いかもしれないけど、ちょっともう明日朝早いんでね、早くから動くんですよ。寒い、やばいやばい、久しぶりに寒いわ。ウクライナより寒いわ。空港タクシーならまあいいでしょう。高いかもしれないけど。はい、ということでタクシーに乗りました。いや寒すぎてもうなんか何も考えれないぐらい寒いですね。一応今ホテルの場所を教えたんでOK だと言ってたんで大丈夫でしょう。一応ねマップを見ると30キロぐらいでした。ここから40キロもなかったですね。駅まではね多分40キロぐらいなんですよ。ホテルと駅が10キロぐらい離れてるんでタクシーで行った方がいいというふうに判断しました。こんな感じで雪がね積もってると思うんですけどめちゃくちゃ寒いですね。こんなに寒いとは思わなかったな。ということで結構早く着きました。ホリデーインエクスプレスチョンチュンなんちゃら広場です。ここをね予約しております。しかも1泊ね5000円ぐらいだったんだよね。すごい安い。寒い。この辺全然人いないですね。よく見ると建設中で止まっちゃってる空きビルというか、もうビルもまだ完成してないですよね。そんなのがゴロゴロあって、やっぱ中国不景気なんですかね。ということでチェックインの方完了いたしました。中はめっちゃ綺麗ですね。どっちだ、こっちか。こちらですね。724番の部屋です。
ということで部屋に入りました。めっちゃ綺麗だな。これで1泊5000円は安いんじゃない？しかもやっぱり人が全然多分泊まってないから、てか使ってなさそうだよね。ピカピカです。なんか新築の匂いがしますね。あと、ウェルカムサービスで、一応IHG の今ダイヤなんで、なんかすごい豪華ですね。水4本と、フルーツと、ヨーグルトと、あとこれももらったんですけど、なんか、パン、ポテトチップス、炭酸水だ。やった。まだなんかある。チョコ。こんなにたくさんくれるんだ。やっぱステータスは大事ですね。あとは、スリッパもあるし、はい。ベッドサイドにはちゃんと USB もあるし、ホリデーインエクスプレスはね、IHG の中でかなり一番安い、リーズナブルなホテルなんですけど、しっかりしてますね。景色はよくわかんないけど暗いし、周り何もないですね。はい。で、あとは、トイレと、シャワー、バスタブはないですね。はい。で、アメニティは、ちゃんと歯ブラシも全部ある。もう全然文句ないわ。素晴らしい。ということで、それでようやくホテルにね、着きましたんで、今ちょっと一安心というところなんですが、ここに来るまでね、詳しくちょっと説明してなかったかもしれないんですけど、今いる場所が、吉林省のチョンチュンというね、長い春と、書く場所の、町に今到着してホテルに入りました。で、ここが、旧満州国の首都だったね、場所になります。満州国時代のね、名前は新京、新しい京と書いて新京という町で、1932年3月から、1945年8月15日の終戦の日まで、14年間、チョンチュンは新京というね、町の名前になってて、満州国の首都だったんですよね。で、私のチャンネルでは、大連とかね、丹東とか、満州国時代の、名残が残ってるところ、日本時代と言われるようなね、文化がまだ残ってるところによく行ってきて、で、今回は、こちらのね、チョンチュン、旧新京にね、来たんですけど、今回の動画は一旦ここで区切ろうと思います。今日のね、上海からここの、長春までのフライトね、もうあまりにも睡眠不足で寝てなくて、全然動画撮らなかったんでちょっと短くなったと思うんですけど、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。